んばんは、ゆうかです。今回作っていくのはこちら、じゃーん、ハイグレードのライジングフリーダムガンダムです。こちらは劇場版公開記念パッケージのクリアカラーということで、映画を見に行った日に映画館で買ったものになります。プレ版でも確か2月に予約開始があるそうですので、この動画を見て気になった方はぜひプレ版をチェックしてみてください。転売商品は買っちゃダメですよ。今回も楽しんで作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。クリアカラーのランナーが5枚、メタリックカラーのランナーが5枚、クリアピンクのランナーが1枚、シールが1枚、説明書が1冊入っています。全部で12ページ。ハイグレードで冊子なのは珍しいですね。新しい機体なので解説文を読んでおきます。これまでのストライクフリーダムガンダムの運用データを使用し、村雨でオーブが培った可変技術を取り入れて設計された。さらに武器類はプラントのメーカーが開発・製造を行うなど国家体制の枠を超えた最新技術が集結している。最新鋭機ながらこれまでのストライクフリーダムガンダムなどと比べてもコンパクトな大きさになっていることも特徴。遠距離戦闘用の武器を多く持ち、装甲には実体弾を無効化するバリアブルフェイズシフト装甲を採用している。共通フレームをベースに運用方法に応じて武器などを変えてバリエーションを作ることができるマルチロール機でもあるということです。実体弾を無効化、チートすぎる。まずは頭です。パーツは全部で9パーツ。見てください、この小さいパーツ、なくしそうで怖い。目の部分はシールを貼ります。ライフリーとても小顔なんでしょうね。シールがここまで細かいと相当小さい機体なんだなっていうのがわかります。気になって調べてみたんですけれども、ライフリの全高は 17.8 メートル。初代ガンダムやストライクガンダム、フリーダムガンダムと同じぐらいだそうです。日本で見れるガンダムだと横浜ガンダムの18メートルが一番サイズが近く、お台場のユニコーンガンダムは 19.7 メートル、福岡ニューガンダムは頭頂部で 20.5 メートルだそうです。はい、頭ができました。私の手と比較してもこのサイズ感、めちゃくちゃ小さいの伝わりますでしょうか。真ん中の赤いパーツは特に取り扱い注意です。はめ込みにくくて吹っ飛んで3分ほど探す羽目になりました。外装がクリアカラーなので中の青色が透けて見えるのもいい感じです。次はボディです。ボディは全部で16パーツ。クリアブルーのカラーが綺麗です。水星の魔女のキットと同様にポリキャップレスみたいですね。今回の説明書、こんな風に構造の解説が書かれています。設計士さんたちの努力がこうして我々に伝わるということですね。ボディは小さいパーツながら肩周りとウエストと可動箇所が多いので、設計される方もかなりこだわるんじゃないでしょうか。個人的には発売した時期によって作りが大きく違う箇所かなと思います。この2つのパーツですけど、このくぼみに差し込んでくっつく。面白い作りですね。ちょっとピンボケがひどかったですね。失礼いたしました。あとはいつも通り外装パーツをつけていけば、はい、ボディができました。クリアブルーの装甲にレッドの差し色がかなりいい感じです。中が透けて見えるのもいいですね。ウエストはかなり動きそうです。横から見た時前に倒せるかですけれども、ちょっと分かりにくいですがこんな感じに倒せます。はポージングの可動域期待できそうです。次は腕です。パーツ数は片腕21パーツ、左右とも同じ作りで同じパーツになっています。一気に作っていこう。難しいところは特にありませんでしたが、分かりにくい箇所にはしっかり断面図があってとっても助かりました。とここでプチハプニング。カチッとはまったにもかかわらず隙間があります。これは仕様なのかな。いやいや、そんなバカなと思いつつそのまま進めてみると、上からこのパーツかぶせたら隙間も消えました。よかった。隙間が空いてるデザインなのかそうじゃないのか判断できない私はまだまだ初心者の域だなと思います。
肩から下の構造はハイグレードでよくある作りになっています。サクサク組み立てて、はい、両腕ができました。両腕を組み立てるのに15分もかかりませんでした。ガンプラの技術の進化ですね。クリアカラーに対してこのメタリックなシルバーが渋みを効かせています。ここのパーツ少し動かすことができます。肩アーマーの可動域はこんな感じ。肘はスムーズに曲げることができます。次は腰です。腰のパーツは全部で10パーツ。左右の部分は現状ではつかないようです。先に前スカートの真ん中部分は切っておきます。中心の内部フレームに対して足の付け根のパーツをスライドして入れ込む作りになっています。面白い。こんな作り今まで見たことないなって思ったんですけれども、私が知らないだけで他のキットで同じような作りがあるかもしれません。もしそんなキットがあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、腰ができました。前スカートのこのシルバーのパーツ、裏側のシルバーが透けて見えてすごいメーカーっぽくてかっこいいです。ぐるっと回すとこんな感じです。クリアいいですね。次は足です。片足22パーツで左右とも同じ作りです。初っ端からシールを貼るようです。1枚のシールを折って両面にシールを貼るときはずれやすくて難易度高いですよね。膝下の断面はこんな感じ。内部フレームはここで途切れてるんですね。内部フレームのみでポージングを撮らせている写真をネットで見かけますが、最近のハイグレードはパーツ数が削減されて内部フレームのみで自立する形にはならないのかもしれません。内部フレーム構造を知りたいならマスターグレードを買うべきということでしょう。ライフリの今後の発売が楽しみですね。はい、両足ができました。両足の組み立てにかかった時間は15分。めちゃめちゃ組みやすいです。近くで見るとこんな感じ。すごい形が綺麗ですよね。ふくらはぎにしっかり膨らみがありつつ、足首はキュッとしていて、かかとデザイン、ヒールのようになっていて、とても美しい造形だなと思います。次はレールガンです。パーツは片側12パーツ。付け根のパーツが反転しているだけで、あとは同じになっています。スカートのサイド部分を武器にするというデザインセンス、素晴らしいですよね。下ろしててもよし、広げてもよし、フリーダムにせよストフリにせよ、背中に目が行きがちですが、ここもかっこいいポイントの一つですよね。はい、レールガンができました。シルバーの色が渋みがあるし、先端のクリアレッドとの対比が綺麗です。これを折りたたんで、この状態で本体につける。今できてるパーツを一旦合わせてみます。本体の組み立てができました。今12時になろうとしているので、今日はここまで。続きは後日の私が頑張ります。続きは今日の私が頑張ります。次はバックパックです。シールを貼る箇所が多そうです。パーツを並べてお見せするのを忘れていたんですが、バックパックは52パーツ。これに対してシールの数はなんと35枚。とんでもない数。編集しながらシールの箇所を数えてびっくりしました。以前作ったマスターグレード SD のフリーダムガンダム、あれの構造と似たものを見つけました。この小さい突起にここのくぼみを合わせて入れるみたいです。溝に合わせて入れてひねって固定するっていう形なんですけれども、間違えたりしてパーツを外そうとするときにこの小さい突起部分が壊れてしまったりするんですよね。ここ要注意です。このサイズ感うまく貼れるかな。バックパックに貼るシールはほとんどが直線的なものなのでそんなに難しくはないんですけれども、これだけ大きいと少しのズレで結構全体がずれてしまうので緊張します。つけて見えるところと見えないところがあるとすんごいかっこよく見えます。また別の箇所のパーツになりますが、シールを貼ってない状態だとこんな感じでパーツ同士の結合部分が見えているのですが、その上にシールを貼ることによって結合部分が隠れて一体感が出ます。組み立てに関しては凹凸を合わせてひねる箇所複数あるんですけれども、そこ以外は難しいところはありませんでした。
ひたすらシールが大変で、正面からのカメラではずっと私のつむじが映っています。ここ上下ともシールなんですけど、画面越しに見るとそんなに違和感なく見えるかも。シールを貼る箇所に凹凸があるので、予想したい方はどういう塗り方がベストなんでしょうね。知識がある方はぜひコメント欄で教えてください。シールをすべて貼り終えたので、あとは組み立てていくだけなんですけれども、潰さないで外せるかな。間違えちゃった方向。これはバラそう。ここ先ほどから何回か言っている凹凸を合わせてはめ込む部分になります。気をつけなきゃって思ってても方向を間違えちゃうことあるあるですよね。幸いこの時は慎重に慎重を重ねてうまいこと外すことができました。よかった。あとは方向を間違えないように気をつけて組み立てたら、はい、バックパックができました。めっちゃ時間かかりました。蝶が羽を広げたような形になっています。ぐるっと回転させると後ろはこんな感じ。中心部分それぞれ動きます。羽の部分は広げるとここまで広げることができるみたいです。多分ここまで広げることはないかと思います。本体につけてみます。ててててん。はい、ライジングフリーダムガンダムの完成です。まずは定番の直立状態。立ってるだけなのにめちゃくちゃかっこいい。クリアカラーなので全体のトーンが落ち着いて見えて、バックパックにボリュームがありながらも全体的にシックな印象に感じます。ビームライフルとシールドを持たせた状態でポージングをとってみました。シードシリーズのモビルスーツは絶対空中のポージングが似合うと思ってアクションベースちゃんと買いました。ビームライフルとビームサーベルを持たせてみました。羽の角度によって躍動感も出せてめちゃくちゃかっこいいです。インフィクタスビームシールドを装備させてみました。このシールドすごい近未来感あります。カメラではうまく映んなかったんですけど、半透明で少しピンクっぽい変光色が入っています。ビームライフルは腰の部分に装備させることもできます。そしてレールガンとインパルス砲を展開したポージング。バックパックからインパルス砲を展開するのもスムーズでしたし、腰がやや前屈するのでポージングもつけやすかったです。本来はレールガンもう一段階伸びるのですが、この時忘れてました。すいません。通常版のキットを買ってないからわからないんですけれども、このクリアカラーめちゃくちゃかっこよくないですか？透け感がたまらないんです。白背景の方が羽の部分のメタリックなパーツとクリアなパーツの対比が分かりやすいかもしれません。そしてこの機体、モビルアーマー形態も変形可能ということで試しにやってみました。このキットそんなにポロリがないので、変形が苦手な私でも思ってたよりは時間がかかりませんでした。コンパスという組織の性質上、地球と宇宙を行き来することが多くなるため可変機構を搭載しているということだそうです。しかし面白い形態ですね。自立をするのかどうか問題ですが、さあ、いけるのか、立てるのか、どっちなんだい。立てる。すごい、こんなに重そうなのに横にすると斜めになってましたが、まっすぐにしてみたらさすがに立ってらんないかな。いけるのかな。怪しい、もうすでに。やっぱ無理かも。無理ですね。やっぱり斜めにしてあげないと立たない。でもこれでも立つのすごいですけどね。ポージングなんとかしてくれや。というわけで今回はハイグレードのライジングフリーダムガンダムクリアカラーバージョンを作りました。このライフリに関してはすごい配色がクリアカラーに適切というか相性が良くて、気になる方はオンラインで購入されてみてはいかがでしょうか。劇場で買えなかったけどどんな感じか気になってた方や、予約購入するか悩んでた方の参考に少しでもなってたら幸いです。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンぜひポチッとしていただけますと大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。後
飯の撮影前に家族で誕生日会ランチに桜木町へ行ってきました。帰りに美味しそうなクロワッサンサンドイッチが売っていたので撮影前に食べたんですが、これまで食べたサンドイッチの中で一番美味しかったです。ささっと作った新玉ねぎのオニオンスープとの相性もいい感じ。このお店はコレットマーレ1階のポールというお店です。気になる方はチェックしてみてください。